はい、皆さんこんにちは。滝チューバー竹取エンタメです。今日皆さんにね、ご紹介したい、小冊子が1冊届きました。カタツムリと読みますね。大倉屋住宅株式会社様が発行されている、小冊子なんですけれど、ここ読むとですね、89回大倉屋住宅が提案するゆとりの生活情報誌となっております。この雑誌が、今回テーマはですね、なんと竹に帰るサステナブルな未来を描くと。竹っていうのはね、タケノコが生えて20数メートルの大きさにダーッと育っていくわけなんですが、その育つのはたったの3ヶ月しかかからない。成長するまでにね、親だけと同じ大きさになるのにたった3ヶ月しかかからないということと、木の場合だと20年30年もっとかかりますかね、40年50年経って、ないとその利用できない木材がですね、竹材の場合はたったの3年で製品化の利用ができるということで、継続利用可能な唯一の天然資源とも言われていて、そういったことからね、サステナブルな未来を描くというようなことで竹っていうのが特集されているということなんですが、素晴らしく美しいこのすき家作りの家が出てきました。昔からこう言うんですが、日本人と竹の関係っていうのはもうずっと昔から数千年の付き合いですからね。こういった和風建築、ホッとしますね。日本の家というのは木と紙で作られてるって昔から言われますけどね、こういったすき家建築のこういった気持ちのいい木肌、そして天井には竹を使ったりとかですね、こういったのを見るとやっぱり日本人は皆さんホッとするんじゃないですか。本当に美しいオープニングから始まる雑誌なんですが、ペラッと2ページ目めくるとこういったページになってますよ。伝統と格式が美と安らぎをもたらす竹のある空間とこう書いてますね。でちょっと分かりますかね、これこういったとこね、これ竹を普通は輪切りにしたりしますけど、縦にこう切り割ってるんですね。そうするとちょっと見にくいんですけれど、この竹の節の部分がね、ちょっと面白いデザインとして残る。こういった使い方も竹っていうのはすごくするんですね。本当に心地のいい空間というか、透かしで光がちょっと漏れてきてね、素晴らしい建築なんですけど、この椅子分かりますか？この庭の眺められるこれ座椅子があるんですが、実はこの背もたれのここも竹だったりします。でこう独特のクッション性があってね。ということでね、ここのすき家建築も素晴らしいんで、一体このすき家建築をどちら様がご提供されているのかとパッと見ますと、なるほど、さすがですね、竹六商店の田中さんです。ここはですね、滋賀県に会社があるんですが、滋賀というと京都というね、竹の大消費地を控えてますので、昔から竹の製造に非常に頑張っている有名な地域の人です。滋賀県竹六商店田中さんですね。さすがという感じなんですけどね。一度こちらにお伺いしたことがあるんですが、こちらではですね、竹の山岳っていうのがあって、割れ、カビ、虫です。これをね解決すべく、例えばね、真空駐輪法っていうんですかね、薬剤を真空状態にして竹の中まで薬剤入れて虫が食わないようにしたりとか、竹の中を食ってですね、節ものけておいて、そこに発泡剤を入れて割れ防止にしたりとかですね、本当に竹への熱意っていうかね、その一本の竹をできるだけ虫が食わないように、割れないようにお客さんに提供するという本当に熱意のある、昔から、代々ずっと続いてきた、今の田中社長で3代目って書かれてますね。素晴らしい会社さんなんですが、滋賀県っていうのはね、竹の競り市なんかっていうのがまだ開催されている数少ない地域で、もう京都と滋賀県だけでしかもうやってないですからね。僕が最初に見に行ったのが2015年ぐらいですか、もう5年ぐらい前なんですけど、その時にもすでに第63回という歴史を刻む、毎年毎年竹の競り市ですよ。そんなことをされている、本当竹の本場っていうかね、竹のそういった地域なんですが、こちらではね、結構ね、すす竹って言って、昔のいろりの生活の時にね、天井に渡しておいて、でそれがいろりの煙で自然にアップされていい色合いになるっていうすす竹の竹があるんですが、ああいったすす竹であるとかね、本当に図面竹であるとかも共鳴地区ですね、いろんなものがずらりと並べられていて、壮観だったことを思い出しますが、そういった竹文化のある地域でやられている竹六商店さんが紹介されてます。京都っていうのはやっぱりお茶、お花、竹がつきもんですんでね、街を歩けばこれでもかというぐらい竹のいろんなあしらいが見られて、非常に面白い竹のこだわりっていうかね、
本当にその日本一こだわりのある地域じゃないかと思います。そういった中でお客様にやっぱ鍛われていきますんで、鍛われ磨かれてきた竹っていうのがまた独特のその竹文化を作っている地域、そこでやられている会社さんじゃないかなと思ってます。さすがですね。こういったすき家作りの家、竹虎にも茶室がかっては2つありましてね。で小さい頃その茶室なんかで遊んでてよく怒られたんですけど、やっぱその茶室には茶室なりの独特のその竹の使い方っていうのがあって、面白いもんだなと思ったことなんですがね。おっと出ました。竹の伝統を極め世界を驚かせた共感と巡回のアートというですね。これがもう今やその世界を舞台に大活躍されている竹芸家、4代田辺竹雲斎さん。なんとも言えない細いもので編んでるこのインスタレーション。虎竹を細く割った竹ひごを組み合わせて作ったインスタレーションなんですが、もともとですね、田辺さんの作品を初めて見に行ったのは大阪に正木美術館ってなんですね。正木美術館さんで作ったのが確かこの虎竹使ったインスタレーションを使ったのが初めてじゃなかったと思います。天と地だったんですかね。和室にしつらえたんですが、畳の部屋から天井に伸びるインスタレーションを作ったのが初めてじゃなかったかと思います。その後もう本当にいろんなところでですね、岐阜の美術館とか海外の例えばフランスのパリのギメ東洋美術館、サンパウロのジャパンハウスだとか、それとやっぱりその一番すごいのはニューヨークのメトロポリタンですね。メトロポリタン美術館でもこういったですね、竹を使ったインスタレーション、これ全部やるときにはですね、虎竹を使っていただくんですが、インスタレーションを使って世界をあっと言わせている竹芸家です。一番新しいのはですね、こちらの作品ですね。大阪の東洋磁器美術館、こちらでまたですね、1階から2階に伸びる本当に生命力あふれる素晴らしい作品をインスタレーションされています。こういったですね、さっきの和風建築とはまた打って変わった竹をアートとして発表するアートの世界ですね。そういったものを素晴らしく、ちなみにその田辺さんもうちと自分と同じように4代目で、同じ4代でも随分違いますけど、もう世界で大活躍する竹芸界のスーパースターですからね。一つ思い出しました。東京のね、日本橋高島屋さんでもびっくりするような空だけでガーッともう1階がもう全部虎だけで覆われるようなインスタレーションを発表したりもされてます。こうやって大活躍されている作家さんが載っていたりとか、カタツムリという雑誌、小冊子ですけどね、本当によく竹のことを勉強されてる、研究されてるなって気がします。その次ちらっと見ますと、海外でも話題の竹アクセサリー、アクセサリーなんか持ってますね。実はね、先日虎竹の里にお越しいただいてた世界的デザイナーのシルビア・パーバノビッチさんっていう方がおられるんです。この方はサンパウロを拠点にして、ニューヨークだとかいろんなところに展開されているジュエリーデザイナーの方なんですが、非常にその自然をインスパイアして作品作りされる。で、今でもインスタなんか見てると本当にいろんな面白いものを作られてるんですが、お客さんにね、そのセレブとかハリウッドスターとかそのモデルの方なんかもたくさんおられるようなんですけれど、日本が大好きな方で一度うちに来た時もですね、本当いろんな素材をお求めいただいて、日本で作られた竹の素材っていうのを使ったですね、ジュエリーをまた面白くアレンジされてですね、竹細工はこんな風に変化するのか、非常に勉強になる素晴らしい作家の方なんですが、その海外でもやっぱり竹のアクセサリー非常に注目されてるんじゃないかなというふうに思います。で、その次のページを見込みますと、竹をこういったお店で販売されているよというような、紹介のページが載っていたりですね、竹製品っていうのも本当にね、いい食事を全てに関わってきましたんで、台所で使うものから何から本当にいろんなものがあるんですが、もう竹でできないものはない。やっぱ加工性の高さっていうのは竹の特徴の一つでもありますので、ありとあらゆるものが作られてきたんですが、そういったものを販売しているお店をちょっと紹介していただいたりとかですね、もう1ページめくりますと、日本の美しい竹林絵ということで出てきましたね。京都にある洛西竹林公園の絵ですね。こちらの専門員として働かれている渡辺正俊先生という方がおられるんですけど、全竹林という組織があって、全国竹の大会っていうのを実は毎年ね、いろんな県で持ち回りをやってるんですが、あれ2017年でしたかね、全竹林60年の歴史で初めて高知大会では開催されたんですけど、その時にもね、この渡辺先生に非常にお世話になって、いろいろ段取りを1から10まで全部お世話になって助けていただいたんですが、この方は非常にやっぱりその竹の博士として竹のことならもう何でもご存知の方で、かつてね、上田浩一郎先生という有名な
竹の学者さんが日本におられまして、ミスターバンブーと言われてました、その方に支持されていた方です。この方が専門医として関わっておられる、京都の洛西竹林公園。日本にはね、意外とその竹林公園っていうのも多くて、ちょっとここにずらーっと載ってますけれど、東京都の東久留米市にも竹林公園っていうのがあったりとかですね、それからここ有名ですね、報国寺の竹の庭って、これ鎌倉だったと思います。鎌倉ですね。鎌倉に非常に有名なところがあったりとかですね。竹林の小道というのは、これは出雲の修善寺ですね。この写真では竹林の小道というのがですね、静岡、出雲、修善寺が載ってますけれど、皆さんご存知の京都のね、竹の小道なんていうのが有名ですし、京都市の隣に向日市っていうところがあって、ここも竹の本場なんですけどね、この向日市にも竹の道というのが整備されていて、きれいに整備された竹林というのは、歩くだけでね、竹が話しかけてきたり、さらさらさらっと道に垂れてね、程よいその日陰を作ってくれたりして、本当に心地のいいもんですけどね。最後にこのエコパーク水俣っていうのがありますね。水俣はね、かつての郊外があったエコパークとして開発されて、このエコパーク水俣さんにも一度お伺いしたことあるんですが、駐車場がだーっと広くてですね、ご家族でゆったり遊びながら、のんびりといろんな竹をね、観察できる非常に素晴らしいところですので、ぜひいろんなところに足を運んでいただきたいなと思いますね。こうしてみると本当その竹の種類っていうのもたくさんあったりとかね、竹林に行って、もし渡辺先生なんかがおられたらですね、皆さんのご存じない竹の面白い生態とかですね、面白い話をたくさんしてくれるんじゃないかと思いますので、ぜひですね、お問い合わせいただいたらいいなと思います。次のページをめくりますと、なんとありますね、竹のこともっと知りたい、不思議な生態と書かれてますけど、本当に不思議なんですよ、竹の生態ってね。例えばさっき言ったんですけど、3ヶ月で20メートルの大きさになる。1日に1メーター20センチタケノコが伸びると。そういった記録も残ってるぐらい、驚異的な成長力があるもんなんですよ。笑い話で帽子をね、あるお宅の玄関脇に生えてたタケノコの上にひょこっとかけて、こんにちはって入って、で、中でお話しして帰ってきたら、あら帽子がどっか行ったよと。パッと見上げるともうタケノコが伸びてその帽子がはるか上にあったみたいな、その笑い話もあるぐらい、でもタケノコの成長力ってほんと早かったりとかですね。僕の小さい頃には災害面、防災面でも非常に大きな役割を果たしてきてて、僕の小さい頃はね、地元のお年寄りにいつも言われました。地震が来たら竹林に逃げろ。竹の根っていうのはね、もうほんと縦横無尽に走って、天然の鉄筋コンクリートって言われてるんです。それぐらい地面のガシッとホールドしてる。だから地震があっても土砂崩れとか起こらない、ガッチリしてるからそこに逃げようと言われたんです。ですね、高知県に重藤っていうところがあるんですが、もう今から50年近く前になるんですけれども、重藤の大災害っていうのがあって、大雨によって土砂崩れがザーッと起こってしまって、たくさんの尊い命がなくなったっていう大惨事があったんですが、その時のね、写真なんか見ると、その山の土砂崩れが竹林でピタッと止まってるんですよ。でそれだけやっぱり昔は竹林の手入れがしっかりされて、で地面をしっかりその根が張って地面をしっかりホールドしよったんじゃないかなというふうに思うんです。ところがですね、最近はよく聞かれるように放置竹林、手入れされてない竹林のことをね、竹やぶと言います。竹やぶが増えたので、そうするとね、今度は逆にどんどん毎年生えるもんで、生えすぎてですね、根浅っていう状態になってしまって、逆にその根がどんどん浅くなってきて、大雨で反対に今度は土砂崩れしやすいみたいなことも言われてますんでね、いかにその竹林というのが人間の手による適度な管理が必要かということだというふうに思います。けど僕たちは本当小さい頃からね、地震の時は竹林に逃げろと言って教わってきました。高知はね、台風銀座と言われるぐらい台風もたくさん来て大雨も降るんですけれど、そういった川岸とかにはね、竹にはほらよそに生やしていく妄想だとかマダキとかハチクとかっていう竹の他に、あったかい南方系のバンブーと言われる株立ちの竹があるんですよ。この株立ちの竹っていうのは結構成長しても外には伸びていかない、どんどん株がだんだん太っていくっていう感じなんです。大体90年とか100年とかの株っていうのもそんなにも広がっていかないんですよ。その土地から動かずに、しかも根をしっかり張ってくれるんで、もう土地をしっかりホールドするんでね、川が曲がっているね、水が強く当たるとことか、丘陵地帯とか、それとかよく洪水が起こったりとか増水がする川の両側にバンブー系の、日本でいうと蓬莱地区、高知県なんかでいうと針葉地区っていうんですが、そういった竹がバーッと植えられてる景色がね、西日本では結構見られる。で僕小さい頃なんか
よくその川の曲がったところだとか、そのポイントですよとかですね、それから川岸を見て、いつも川岸に竹が生えてるので、竹って水が好きな植物なんやなと思って、ずっと小さい時思ってました。ほんでこう川岸にいつも生えてるんやなと思って。でもよく考えたら違います。竹っていうのは120年に一度しか花咲かないんです。で自分で増えることないんです。全部その根で伸びていって増えている植物なので、急にポツッとそこに入るってことないんですよ。で明らかに誰かが川岸に増えてる。それ防災のためにね、その川の水が強く当たるところに高麗竹を植えたり、四国三郎と暴れ川の一つっていう、吉野川っていう川が四国に流れてますけどね、吉野川の両側なんかもバーッとマダケがね生えてます。マダケのね竹林がね、まるでその吉野川に沿ってグリーンベルトのようにずーっと伸びてるんですよ。これ何のためにやってるかも全部防災のためですよね。でやっぱり昔から竹がいかにその人命とか財産を守ってきたか。でだから竹はね、いい食住に役立つだけじゃなくて、本当みんなの命を守ってきた、本当ね愛すべき植物なんですよ。そのあたりを皆さんにぜひね知っていただきたいなと思うんですけどね。そんな竹のね生態、竹の幹から皮、竹の子、葉、もう全てが使えるよみたいなことも書かれてます。葉ね、葉といえば竹虎もこの虎竹茶というねお茶をね作ってますけどね。例えば竹皮草草履を使ったりとか、竹根は最近あんま使わないんですけど、昔は竹根細工って言ってね、いろんなものがありました。ステッキなんかはじめね、それからいろんなその小物のところにその小さな竹をこうあしらうとかね、今でも若干残ってるんですけど、いろんなことが。だからその竹のその幹の部分ですよね、本体の部分以外にも、竹っていうのは実は根っこから枝から葉までもう捨てるとこ一個もないんですよ。すごいでしょ。そういった素材なんですよね。隣のページにはダンと海外の多様な竹文化としてですよ。なんかこう見慣れた人が載ってますが、世界竹大使が語る海外の多様な竹文化。日本の DNA には竹との記憶がある。今は竹を忘れられているだけと話す山岸義弘さん。海外の竹文化を通して竹との付き合い方を考えますと言ってますけど、本当にだけどその通りなんです。縄文遺跡から竹網が出てきたり、それから竹を使った跡が出てきたりとかってご存知ですから。縄文時代っていうのは3000年前ぐらいに終わったって言われますから、少なくとも日本人と竹の付き合いは本当3000年以上、4000年5000年とか数千年あるわけです。もうそれからずっと竹が身近で寄り添ってきて、やっぱ加工性が高い、身近にあるということでいろんなものに使われてきた。だから僕は日本人の DNA の中にはもう竹入ってんじゃないかと。全然竹を知らない若い女の子が竹取りに入ってきて、竹を毎日使う、あるいは竹のことを勉強していくうちに竹が好きになって、竹のバッグを使ったり、竹のお箸を使ったり、竹のお弁当箱を使ったりしだすんですよ。もう黙っててもみんなそうやってやるんですよ。でいちいち説明いらないんですよ。外国の方だったらやっぱ竹のこうですこうですって言わないから。ところがやっぱり日本人はなんとなくその感性で竹の良し悪しを見分ける力を持ってると思うんですよ。それは体験的にね。でやっぱその日本人の DNA に竹入ってるんじゃないかなと思ったりするんですけどね。ここで言わさせてもらったのは、世界的には竹っていうのはものすごく注目されてるんです。アジアで言えば中国なんか有名だし、ブラジル、南米とか行くと世界最大の竹林が広がってる、このなんとか利用したいみたいなことがあったりとかですね、世界的にはいろんなものがあるんだけど、意外とその日本イコール竹というような海外の方は皆さん思われている。それで竹の先進国ですから、その竹に学びたいという気持ちも皆さん大いに持たれているので、日本の竹産業、日本の自分たちをもっとしっかりせないかんのじゃないかというような気持ちを込めてお話しさせてもらってるんですが、これがですね、世界竹会議っていうのがあるんですよ。2年か3年に1回ぐらい世界持ち回りでいろんな国でやったりするんですよ。一昨年2018年ですね、メキシコであります。メキシコにね、この虎竹で作った電気自動車を持っていって、ハラパっていう街なんですけど、改装しているところ。こんなことをしたりとかですね。これすごいですよ。ジョン・ハーディさんという方がバリにおってですね、バリもすごい竹がすごいんですけど、海外の何がすごいかっていうと、日本では建築法の関係で竹ばっかりの家っていうのは作られないそうなんですが、海外行くとね、中が空洞じゃなくっても実がびっしり詰まった竹があるので、その竹を利用してね、3階建てとか4階建て5階建ても柱から何か全部竹で作った家があるんですけど、ジョン・ハーディさんっていうのはバリでグリーンスクールっていう、世界中から子供を集めた学校をやられてる、その学校の校舎が全部竹だったりとか、バンブインダーっていう素晴らしいホテルをされてるんですけど、そのホテルが全部ペンション式になってて、全部形の違う竹の家なんですよ。でその竹の家に向かう結界っていうんですかね、日常から非日常に行く
いろんな仕掛けがずーっとフロントからその竹の家までに続くんですけど、その中の一つにあるこれがね、なんと竹のエレベーターです。3人ぐらいしか乗れない小さなエレベーターなんですけど、そのエレベーターで真っ暗いトンネルの中をザーッと降りていくんです。で降りていってドアが開いて細い通路をつないだ向こうには今度は竹の橋がかかっていて、まるで別世界です。そこの辺りからも訪れた皆さんは日常から非日常のバンブーワールドに引き込まれて、僕はたったの1泊しかしませんでしたけど、泊まっていけっていうもんで急遽予約してたホテルをキャンセルしてそこに泊まったんですけど、1泊しか時間なかったらできなかったんですけど、普段はもう1週間とか2週間とか長期滞在、そのジャングルの中でですね、竹の家で過ごすんじゃないかと思うんですけどね、近くにかかってるその竹で作られた橋とかね、世界のね本当に面白いものがたくさんあります。世界竹会議、本当だったら10月ですね、台湾大会というのが開催される予定で、竹トラッカーでねぜひ行きたいなと。世界竹会議の会長にアバディさんという面白い方がおるんですけど、その会長さんと一緒に、これ2人乗りですから、この2人して乗ってですね、その会場に向かいたいなという壮大な計画があったんですけど、それはちょっとコロナウイルスによってできなくなってるんですが、ぜひね来年に延期になってますので、台湾ではね竹トラッカーで爆走したいなというふうな夢なんかも持ってるんですが、この一番最後にねお話しさせてもらってることがある、ちょっと読まさせてもらいます。世界一おいしいお米が取れる国は日本です。竹はイネ科なので、日本の自然が育んだ竹の品質もまた世界一と言えます。その価値を手に取り、暮らしの道具として愛用できるのは幸せなこと。日本人ならではの特権ではないでしょうかと書いてますけれど、本当ね、日本は竹の国です。身近にね、竹のものがいっぱいある。日本の皆さんはですよ、DNA の中に竹って流れてますから、実は今、竹を忘れているだけなんですよ。ぜひ、近くの竹を手に取ってめでていただきたいなというふうに思っていますよ。おいたらね。